こんにちは、タカラットです。今日は AW 検定構成下向きの解説をやりたいと思います。構成下向きは真ん中のつなぎ目が難しいですよね。そこに血管が入る人が多いと思います。僕も何回も失敗して何回も考えました。そんな中で、これならいけるってところまでたどり着いたやり方を紹介します。そして最後に、ちょっと難しいですが、さらに血管をなくす方法もありますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。ポイントを押さえます。まずアフターフローを5秒入れてください。アフターフローとはアークを切った後に自動でガスが出続けるやつです。これで溶接終わりの少しのブローホールも防ぎます。アークを切った後はそのままガスを当て続けてください。なくても合格できますが、少しでも合格率を上げるためには入れた方がいいです。次につなぎ目は、前半に走った方はアークをすぐに切って、後半のかぶせる方は平らになるようにクレーター処理をしてください。前半のつなぎ目でクレーター処理をすると、ここがオーバーラップになって溶け込みにくいです。なのでアークをすぐに切って、こういう肉を作って、そこに後半のビードで平らになるようにかぶせてください。前半の突っ込む方はできるだけ突っ込んだ方があとは楽です。ただ突っ込みすぎはワイヤーが長くなって溶け込み不良やブローホールのリスクも上がってしまいます。なのでクレーターのへこんだ部分が邪魔板にかぶるくらいがいいと思います。最後に狙い位置、統治角度、溶接速度はだいたい下向きと同じなので、まだ見てない人は見てもらえると嬉しいです。電流電圧の参考値を出します。作業環境によって変動するので、ここから微調整をしてください。端から 26mm の位置でマクロ、 60mm の位置から 40mm の範囲で裏曲げがあります。なのでこの位置までは必ず交代法で走ることと、プールの先行にも気をつけてください。これを踏まえて一発目から見ていきましょう。一発目は早くを意識してください。遅くなると壁側にかなりの確率で血管が入ります。つなぎ目はすぐにアークを切ってこの形を作ってください。前半と一緒で裏曲げ部分までは必ず交代法で溶接しましょう。クレーターは平らになるように処理してください。アークでしっかり壁と貝先を狙ってください。これはクレーター処理をしっかりした悪い例です。これをするとここの溶け込みが悪くなるので気をつけてください。右利きの人はこっちが笛手側になります。得手側と同じ角度、速度で走れるよう練習しましょう。
2パス目と3パス目は少しくらいなら肉の先行は大丈夫です。3パス目が終わった時点で5ミリ残しくらいを意識して持ってください。これが8ミリくらい残っていたら、次の層を無理やり埋めた時に血管が入りやすいです。もう一つ注意点が、真ん中が高くなることです。かぶせる時に遅くなったり、かぶせすぎるのが原因です。あとはパス数が多くなっても真ん中が大きくなりやすいので気をつけてください。6パス目の壁側に入れるか入れないかでこのパスの高さを調整してください。入れるなら早めに、入れないなら少し遅めに走りましょう。ただ遅すぎて貝先に触れるのは絶対にダメです。貝先までの距離は5ミリくらいは空けておいてください。遅くてもこのパスくらいからは脚長を意識して溶接しましょう。貝先仕上げ前は 0.5 ミリ残しを意識しましょう。ここのつなぎ目も血管が入りやすいので、クレーターはすぐに切ってこの形を作ってください。次がちょっと難しいんですけど、このパス統治角度に気をつけてください。ここは自分で思ってるよりも角度が寝ている場合が多いです。しっかり70度以上の角度で狙ってください。角度が寝ていると血管が入ったり漏れないこともあります。座ったままだと角度が寝やすいので、僕は中腰でやっています。技量にもよりますが、5パス目を走った時点で脚長が3ミリを超えているなら、このパスは走らない方がいいです。最初のうちは測りながら練習しましょう。端部が垂れるのは置きビード後の赤いうちにスタートしていたり、スタートが外すぎる、出だしが遅くもたついているなどが考えられます。この動画のタイミングと位置でスタートすればうまくいくと思います。それでも難しい場合は 270A くらいに上げた初期電流で5ミリくらいスタートしてから本電流に切り替えてみてください。ただし25ミリ入ったところから X 線検査があるので、それまでには必ず本電流に切り替えてください。あと垂れないように先に外側だけ走って壁を作る方法もあります。これは確実です。やりやすい方で練習しましょう。最終層に行く前に仕上げのクレーター処理を解説します。前半を今までのようにパッと切ると、へこんだ部分が長くなってかぶせるのが少し難しくなります。うまくかぶせれたらいいですけど、だいたいこの部分が残ることがありませんか？かぶせすぎると段差ができます。なのでクレーターの切り方は、切る前にその場で少し止まって動かない。するとへこんだ部分が短く丸い形でへこんでくれるから、かぶせるのが簡単になります。試してみてください。仕上げです。アークで狙いを見ながらプール幅を揃えましょう。ちなみにさっき6パス目を壁側に入れたメリットは、仕上げ前を盛りすぎて貝先の残りがゼロになった時って
走るところが見にくくなりませんか？でも6パス目があることによってそれを見ながら走れるので脱線のリスクが減ります。壁と階先の残りを見ながら自分に合ったやり方を決めてみてください。最終走はさっきの要領でクレーター処理もしっかりやりましょう。へこみが1ミリを超えると不合格になります。7パス目の頂点にプールがかぶるように走るのと、壁が3ミリ以上残るように持ってください。トーチ角度が寝ていると漏れすぎるので気をつけましょう。完成です。構成下向きは真ん中つなぎ目と笛手側のコツをつかめば合格率は上がります。そして最後にさらに合格率を上げる方法を紹介します。つなぎ目ですけど、いつも同じ方向で走るんじゃなくて、1パス目を左から走って右からかぶせたら、次は右から走って左でかぶせてみてください。1パス目のつなぎ目を本殿で確実に解かせるので欠陥率もかなり減ります。その後も交互に溶接するといいです。ただ難易度も上がるのでできる人で大丈夫です。最初のやり方を確実にやってもらえれば合格率は上がると思います。みんなで頑張って合格しましょう。ご視聴ありがとうございました。